こんにちは。作るに夢中、三峰すずです。今日はレザークラフトに挑戦していきます。今まで使っていたパスケース、かなり傷んできたので新しくしたいところです。せっかくなので自分で作ってみましょう。利用するのはこちら、100円ショップで売っている革の歯切れです。本革ではなく合成皮革ですね。レザークラフトは全く初めてなので、とりあえず挑戦してみようと思います。パスモが収まるサイズに型紙を用意しました。これを皮から2枚切り出します。裏側にペンで輪郭線を描いて、カッターで切り出します。口の部分は内側に折り返すようにするので、そこを接着しましょう。本当はボンドを使うようなのですが、なぜか手元にないので、今回使うのはこちら、ゴリラグルークリアです。ゴリラのラベルが目立ちますね。きっと強いです。これを皮に塗って折り返してくっつけます。最初は少し手で押さえて、この後定規で挟んでクリップで固定しました。これを2枚分行います。外周を接着します。最初に目安の線を内側に描いて、端から5ミリほどだけ接着剤を塗布します。この接着剤は完全接着までは24時間ほどですが、10分くらい置けば軽くくっつきます。カードが入れられる形状になってテンションが上がってきました。早速糸で縫ってといきたいところですが、その前に糸を通す穴を開けます。ここで使うのはフォークです。等間隔に穴を開けていきます。合成皮革特有でしょうか、穴がすぐに埋まってしまいますね。この後追加で穴を開けるので、今はこのまま進めます。目打ちを使って先ほどの穴を改めて開けていきます。お待たせしました。糸の登場です。こちらの手縫いスティッチ糸を使います。ポリエステル製です。糸の両側に針を準備して、皮の両側から糸を通します。皆さんは革手袋をしながら縫い物をしたことはありますか？私は今初めてやっています。もしかしたら見てわかるかもしれませんが、難しいですね。この辺りで慣れてきて、ちょっと手際が良くなってきました。
糸の長さが足りなかったので、ここで一旦区切ります。軽くライターで炙って糸の切れ端を固めます。反対側からも糸を進めていきます。縫うのもそろそろ終わりが見えてきました。最後は何回か折り返した後、糸を切ります。こちらの端っこもライターで処理しておきます。縫い終わりました。これはいい感じですね。最後に革の切断面、端っこを整えます。ただカッターの切れ味が悪くてちょっとボロボロになってしまいました。完成です。初挑戦にしてはなかなかいいんじゃないでしょうか。今回はあまり手をかけませんでしたが、切断面の処理は課題ですね。ヤスリをかけたりボンドで固めたりするらしいです。とはいえレザークラフト第一歩としては満足です。このチャンネルではさまざまな作るをテーマに手を動かしていきたいと思います。ぜひ高評価、チャンネル登録、Twitter のフォローをお願いします。では次の動画でお会いしましょう。またねー。